こんにちは、ゆっくり雑談の時間だよ。今月も9歳ね、デザインズ展示会の新しい情報は出たけど、東京都はな。所沢で開催したから次は東北だとばかり思っていたぜ。意外すぎるわ、池袋サンシャインシティ展示ホール B だって、年末年始にかけて開催されるから、これまでタイミングが悪かった方も行きやすいわね。今月のニュータイプによれば、12月の展示会はアルティメットコレクションということで、一味違うらしい。何が究極なの？現時点でわかることとしては、原画が3点追加される。そして19巻表紙と新装版フールフォーザシティの表紙原画も見られるらしい。へえ、それは楽しみ。最新のイラストだものね。そしてここからがはっきりしない。ニュータイプの表記をそのまま引用する。これまでは会場の大きさなどにより、展示物の数には若干の変動があったのだが、今回はここに至るまでの全てのアイテム米印立体物などは変更ありを展示するべく準備が進められている、とのこと。確かにはっきりしないわね。イラスト以外の展示物ってこと？それと他会場で公開された展示物も全部集まるよってこと？それとも5スター物語の立体物全般のことかしら？続報を待つしかないな。来月も5スター物語は9歳、連載再開は12月だから、開催日が近づけば少しずつ情報が開示されていくはずだぜ。12月には続きが読めるのね、ありがたいわ。それと追加情報として5スター物語のリブート8巻と9巻の予定。そしてニュータイプクロニクル FSS というのがあるらしい。これらは時期や内容全部不明だぜ。すごい量ね、一気に情報出てきたわ。やはり40周年の企画だものな、新刊だけじゃないぞってことなのだろう。来月のニュータイプでは続報もあるだろうから、これも楽しみに待っていよう。それで今回は久しぶりの人物紹介だって。クリステン B について紹介したい。彼女も超初期段階から設定されていたキャラだものね。ジョーカー3100とか、最初期から設定があったキャラだからな。彼女の物語が一区切りとなる新刊発売前にまとめておこうと思ってな。確かにそれはいいタイミングかもしれないわね。クリステンの名前が5スター物語本編に登場したのは単行本4巻。カステポーにやってきたバーバユース B が受け取った手紙のイメージカットが初出だ。生傷いっぱいのおてんば少女って感じよね、この時点だと。ここから彼女の壮絶な人生が始まるとは想像もつかない。このバーバユース B という騎士は、フィルモアのテンプルナイツ、ノイエシルチスの黒グループに所属する騎士だ。しかもかつては青グループのトップだった。ノイエシルチスには、赤、青、黒のグループがあり、そのトップは三重士と呼ばれる。すごい偉い騎士なのよね。でもなんか疲れ切って憂鬱そう。その原因の一つに騎士団内の権力争いがある。三冠のコーラスハグーダ戦で三重士の一人、赤グループのトップであるラルゴ・ケンタウリが戦死したことが発端だ。フィルモア帝国はハスハ連合共和国ら10カ国と組んで、ジュノーの大国、トリオコーラス王朝の力を削ぐために謀略を仕掛けていたんだ。その中で偽装として使われたのがブーレイ傭兵騎士団。この騎士団はフィルモアやハスハなど、複数の国家が武力を伴う介入を行う際、便利に使っている傭兵だ。そのため団員の本当の身分は大国の騎士であり、そのモーターヘッドブーレイもまたサイレンやアトールといった強力な機体に偽装を施したものだ。じゃあ、実質的にフィルモアやハスハの正規のテンプルナイトってことよね。その通り。だからめちゃくちゃ強い。ラルゴ・ケンタウリというフィルモアの表看板がこっそり参加しているくらいだからな。ちなみにブーレイ傭兵騎士団については設定が追加されており、コーラスハグーダ戦に参加していないブーレイ騎士の中にアマテラス家のドリューゼレがいる。すごい多国籍。フィルモア、ハスハ、場合によっては AKD も便利に使っていた可能性があるんじゃない？それはわからないが、あり得るんじゃないかって思えるほど特殊な存在だよな。ちなみに正規の軍人、特に特殊部隊員が非正規作戦で民間軍事会社の身分を使って戦争に参加するケースはリアルでもよくあるぜ。参戦してないって言いながら支援するためね。最近だとロシア・ウクライナ戦争がそれだと言われている。だからブーレイ傭兵騎士団は特殊部隊が目的に応じて利合集散するための道具だと考えられる。へえ、面白いわね。さて、話を戻そう。バーバユースが疲れ果てているのは、ラルゴが非正規作戦で戦死したせいで発生した権力争いに辟易しただけじゃない。実はバーバユースの立場は騎士団で微妙なんだ。三重士の一人でしょ、どうして？それは彼が野良の騎士に敗北したせいだ。青グループのトップだった頃、バーバユースは2名のフィルモア騎士を率いて国家の威信を背負ったモーターヘッド、サイレンを借りながらも、当時全く無名だった騎士と中古のモーターヘッドに敗北したんだ。その相手こそ、後にフロートテンプルに殴り込んでミラージュ騎士を倒したり、ハスハの首都を攻略したりした黒騎士、デコース・ワイズメルだ。ああ、それは相手が悪かったわね。
ちなみに、当時のデコースは中古のモーターヘッドとエトラムルという悪条件だったとされているが、実は違う。これは連載勢はすでに知っているがネタバレは避けるぜ。単行本19巻が発売されたら真実がわかるだろう。じゃあバーバリウスはただ負けただけじゃなかったの？いろんな理由があって口をつむんでいるようだ。三重視なのに野良の騎士に負けたってことは、立場弱いわよね。その通り。だから黒グループの騎士に降格している。バーバリウスはフィルモアのレーダー王からも信頼されている騎士でもあるから、信頼を裏切ってしまったという意味でますます憂鬱なわけだ。ただ、バーバリウスが憂鬱なのは仕方がない。問題はその娘であるクリステンだ。クリステンからの手紙で、おてんばだってことだけど、実はこの時、すでにクリステンはいじめの対象になっていたと考えている。パパがサイレンで野良騎士に負けちゃったからだ。フィルモアの国家の威信を汚してしまったんだわ。その通り、ブーレイが負けてもフィルモアの負けじゃないけど、バーバリウスは公の立場で負けたからな。ちなみに非正規戦にもかかわらず赤いサイレンを持ち出して負けたラルゴは戦死できてよかったと思うぜ。生き残っていたら針のむしろだったはずだ。ただ、ラルゴの一族、ケンタウリ家はこの不名誉を注ぐために系類の娘を帝国の汚れ仕事に従事させることになる。それが後に登場するアラン・リーファウプだ。アランもまた、ラルゴがやらかさなかったら、天才騎士として表のキャリアを詰めただろう。クリステンと似ているな。じゃあ、話は戻るけど、クリステンの生傷っていじめの傷？後から読み返すと、その可能性は十分にあるよな。別の動画でもらったコメントの中に、手紙のイメージカットのように子供の頃はいじめられても反撃できたけど、騎士の力に目覚めてからは反撃できないからやられる一方になって、いじめが過激化したのでは、というものがあった。軽眼だと思うぜ。パパの目が届かないところで何が起きていたのだろうか。そして次にクリステンが登場するのが10巻。なんと壮絶ないじめに耐えかねて一般人の頭を粉砕してしまったという。騎士が一般人に手を出すのは、表の世界ではご法度。学校という公の場所でそんなことが起きたら隠蔽もできない。そんなわけでクリステンはフィルモアの法律に基づき、薬で筋肉を破壊され一生寝たきり生活になることに。こうして刑の執行を待つ身となったクリステンをあるフィルモア騎士が連れに来る。彼はビオレイト・トライトン。フィルモアの王家の一つ、レーダー家の王子だ。彼はいきなりクリステンをぶん殴って強引に連れ去るが、途中で目覚めたクリステンは拘束していた騎士の手をほどいて逃げ出してしまう。テンプルナイトに掴まれた少女が、その手を骨折させて逃げ出すっていうのは普通じゃない。クリステンがすごく強い騎士だってことの証明だぜ。彼女が逃げ出した先はモーターヘッドのハンガー。そこで謎のじいさん軍団と出会う。クリステンは自分が逃げ出した理由を告白し、導きを受ける。そこにクリステンを追いかけてトライトンがやってくる。彼はクリステンを保護するため、フィルモアの経典域し、アビエンヒートサイと剣を交えることも厭わない。実はトライトンは第236代皇帝大グフィルモア4世の皇后にして剣聖でもあるエナ大グフィルモアの密命を受けて、クリステンを保護しようとしていたんだぜ。当時の皇帝であるレーダー8世は237代皇帝だから、先代の皇妃ということになるぜ。ややこしくなってきたわね。フィルモアの法律ではクリステンは廃人か、でもそれを先代の皇妃が秘密裏に止めようとして、独自ルートで騎士を使わせた、と。ノルガン・ショーカムの言葉から推測するに、この手の話は騎士の世界では結構あるのだと思う。実際は司法が味方して無罪になったり、あるいは処刑されたことにして汚れ仕事専門の騎士になったりするのかも。クリステンはバーバリウスの剣がなければこっそり無罪になっていたのかしら。戸籍ロンダリングで暗殺専門の氷グループに入ってたかもな。さて、こうしてクリステンの身柄をめぐって状況が錯綜する中、クリステンは汚れた騎士として生きることを決意する。そしてモーターヘッド、V サイレンも彼女を助ける。モーターヘッドには心があるのよね。そう、ただのマシンじゃない。明らかに心があるんだ。これは5スター物語の最初期から書かれている。アマテラスに全身を回収されて不安に思うジュノーンが目覚めなかったり、英語で話しかけられなかった破裂の人形が困惑したり、ヤクトミラージュの例なんてその最たるものだぜ。結局のところ、クリステンの処遇はクリステンの意思次第だったのだろう。そしてパパのバーバリウスはサイレンでの敗北と娘の不手際の責任を取って自害したんだ。ここでレーダー8世の顔が黒塗りされているのがすごい。腹心の自害を止められないと分かったのだろう。ラルゴを失ったショックをファティマに告白しているくらいだから、きっとバーバリウスの死も答えただろうぜ。老人軍団はレーダー王をはじめとしたフィルモアの重鎮たち。彼らは最後にクリステン本人の覚悟を確かめるためにそこにいたんだぜ。そして父親のパートナーだったファティマ、町はクリステンを死と認める。こうしてクリステンはモーターヘッドとファティマを手に入れ、罪を償うために名実ともに本当の騎士になった。騎士とはモーターヘッドで戦うものっていうのは本当に重要な規範だよな。
身体能力や剣技が優れているだけでは騎士じゃないんだぜ。モーターヘッドとファティマがないとダメなんだ。だから騎士はファティマとモーターヘッドを求めるのね。この一件からクリスティンは表社会で汚れた騎士として自由のない人生を生きることになる。次にクリスティンが登場したのはハイランダーの称号を獲得するためにバキンラカンにやってきた時。バキンラカンには聖帝という権威がいて、騎士の強さを見抜く特殊能力で強さと名誉のシンボルである称号を授ける。天意シュバリエはごく少数の騎士しか取れない強者の証だぜ。ハイランダーもまた聖帝から授与される称号だったようだ。フィルモアを離れたクリスティンは普通の生活への憧れを抱くが、ママドアユーゾッタと出会う。彼女のうざさに刺激され生来の負けん気が蘇るクリスティン。お互い騎士ということもあって見苦しい女同士の喧嘩が始まるんだ。大通りで騎士同士が大喧嘩するという事態に介入したのは謎の男。クリスティンとユーゾッタはその男を侮りながらもなぜか剣を抜いてしまう。これはライン超えているわよね。そう、素手の喧嘩とは違う。無意識で危険を感じて一線を越えてしまった。謎の男の正体は剣聖ダグラス・カイエン。クリスが出会ったおばさま軍団の正体もまた普通でなかった。実はクリスティンを気にかけていたエナや先代の聖帝ミマスラがこの場を用意したんだぜ。G さん軍団の次はおばさま軍団。クリスティンはいろんな人に導かれているんだ。トライトンとか赤グループのブラウマイクとかもクリスティンを気にかけているものね。カイエンの試練で重傷を負うものの、なんとか生き延びた二人は天意の称号を得る。そして、この様子を影から見ていた男がいた。彼は次のフィルモア皇帝、ダイグ。彼とクリスティンの関係はここから始まった。ここまでがクリスティンの少女時代ね。次にクリスティンが登場するのは魔導大戦。帝国のハイランダーとして名誉朝廷のアシュラテンプルと激突する。しかし敵を切ることで過去のトラウマが蘇り、実力を発揮できずピンチに陥る。そこでクリスティンを助けたのは、なんと皇帝ダイグだった。周囲はハイランダーの称号を得たにもかかわらず、戦えなくなったクリスティンを華々しく戦死させようとする。またしてもピンチのクリスティン。そんなクリスティンの元にエナがやってきて、開戦前に渡されたイヤリングに込められた真意を聞かせる。実は開戦前、ダイグはクリスティンにイヤリングを渡して生き残るように言っていたんだ。このイヤリングは実はかつてエナがしていたもので、公費の証。表に出せないダイグの本当の心なんだ。それを知ったクリスティンはハイランダーとして覚悟を固め、立ち直る。この時点で二人は相思相愛なのよね。確かにそうだけど、この時点ではかなり歪。なぜならクリスティンは自分を道具化することでダイグのそばにいることを決意したから。確かに何でもやるってやばいわよね。時には君主を諌めるのも大事だし、これ忠誠のあり方としてはアウトじゃない？もちろん。ブラフォードが出来の悪い君主の命令を真に受けて虐殺行為をしでかしたせいで皆殺しの中堅などと、低く評価されていたのを思い出すよな。恋愛感情を抜きにすれば、クリスティンの決意はかつてのブラフォードと同じだぜ。だから次のエピソードでは道具化で恋心を押し殺したけど、それ本当なのってクリスティンの本音をくすぐる展開がある。政治的な問題と絡んで、ダイグがなんか知らん女と結婚するかもって展開だ。知らん女って、ひどい言い方ね。かつて父親不明の子供を産んだことで歌目で亡くなった女、夫婦とのことだけどな。豊島の計算婦がダイグの妃に？ショックだよな。しかもこれまでクリスティンはダイグが何のために戦争をしているのか、真意を知ろうともしなかった。自己道具化の弊害だ。夫婦とはクリスティンを挑発する。お前の役目は適当な男の子供を産んで血を残すことだ、と。一番クリスティンが嫌なところをえぐってくる。本当にクリスティンが帝国の犬だというのなら、出産マシンになってもいいってことだものね。この時、ちょうど年頃になったクリスティンの立場は危うかった。フィルモア帝国の前身であるドナウ帝国の筆頭騎士ハロルド・ランとマーカスの末裔であり、しかも美人だったせいだ。キモいおっさん揃いの元老院で立場の弱いクリスティンを一族に取り込もうとする動きがあったんだ。クリスティンまたもやピンチ。ダイグもクリスティンもしがらみがすごいわね。クリスティンの物語は完全に少女漫画だからな。長野先生はくすぐってくるよな。夫婦とは自ら帝国の犬になり下がることでダイグへの思いを抑え込もうとするクリスティンを叱責する。そしてイヤリングの由来問うための予言を伝える。そのイヤリングをつけた者は皇帝ダイグと共に同じ道を歩み、同じ苦しみを背負うこと。そして未来において、決して咲かないと思われたクリスティンとダイグの花が咲くというための予言も。ああ、ここでようやく完全にクリスティンのダイグに対するスタンスが決定するんだわ。そう。これまでクリスティンはどうせ無理って思ってたのか思考停止して、実はよく考えていなかったんだぜ。またクリスティンの立場についても、レーダー8世が養子にすることで望まぬ結婚をせずに済んだ。ちなみにバシル・バルバロッサはクリスティンを魔女という。その美貌や強さに加えて、彼女の周囲で起きるトラブルが多いからだ。まあ、わかるわ。
何事もなければレーダー8世が皇帝をやっていてバーバリウスも生きていただろうし、二人の密かな関係は噂になるほど広まっているのだから、大愚の立場を重んじる派閥からすれば、汚れた騎士が皇帝をたぶらかしているっていう風に見えるだろうな。ああ、クリステン、無意識に魔女ムーブしてるかも。少女漫画でけなげなヒロインが、旗から見たらとんでもない横髪破りをしているのと同じ。悪役令嬢ものの異世界転生系の作品でよくある、主人公が怖いって展開だわ。そういう意味ではクリステンとチャーは同じ属性だと言える。次にクリステンが登場するのは、大愚のエピソード。フィルモア帝国の移住という重圧に苦しむ大愚がラキシスにアドバイスをもらうシーンだ。この時、クリステンは護衛として大愚から離れていたが、ラキシスのお月のツバンツヒが気を利かせた。そして兄を刺したことを悔いるなりに、かつての過ちからアドバイスをする。なりはクリステンを姉と慕うように。このエピソードは大愚とクリステンの最も幸せな瞬間だっただろう。確かにそうね、本当に貴重な自由な時間だわ。次にクリステンが登場するのは18巻。元老院が仕組んだ修羅場だ。クリステンは大愚を守るため、ブ霊傭兵騎士団の猛攻に耐えるが、次々と味方のサイレンは倒れ、限界が近い。この時、ブ霊の指揮を取っていたのがアマテラス家のドリューゼレだ。大愚はクリステンを見捨てて交代するのを良しとせず、神経反応減退症を患っているにもかかわらず GTM で出撃する。そしてチャンダナに命じて自分の声を聖壇中に届かせる。死にゆく若き皇帝がその声を届けるため、オートマティックフラワーズによる聖壇を貫く花の道を行くんだ。かつてベリンが撒いた花の種が芽吹いたようなもの。歴史の再現だ。しかしこの戦いで大愚はさらに寿命をすり減らした。時期は近い。皇帝とクリステンの物語はどこにたどり着くのか、そのクライマックスは19巻をお楽しみに。といったところかな。後半、結構はしょったわよね。クリステン個人の問題はフトに諭されたことや、レーダー8世の養子になったことでだいぶ解決されちゃっているんだよな。その後のクリステンの問題は大愚の問題と直結している。だからここでは大愚の都合には触れなかったぜ。ああ、確かに大愚の人物紹介動画にした方が良さそうね。最初はめちゃくちゃ翻弄されてたよな、クリステン。世界名作劇場の主人公になれそうな、かわいそうだけどけなげで芯が強いヒロインそのもの。親の都合でひどいいじめに遭う、大きな罪を犯してしまって償いのために生きようとするけど、恋をしてしまう。でも、その恋は絶対実らなくて、それどころかお互いに望まぬ結婚を強いられそうな立場に追いやられ、しかも愛する皇帝は志半ばで病に倒れ、最後に自分を救って命をすり減らし死別する。残されたクリステンはどうなる？王道の少女漫画。それも時代物って感じ。ヨーンとエストの物語と一緒で、長い年月をかけて書き切ったよな。もっとも、クリステンの場合は大愚の死後の方が大変なんだけどな。新しい皇帝もやってくるし。それも19巻案件ね。とりあえず今回はこんなところにしておこう。今月の面言動画もよろしくね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録や高評価いただけると幸いです。それじゃ、またねー。